おはようございます。東京ベジライフのなつきです。こちらの長野のお家に引っ越してきて、だいたい2ヶ月近く経ったんですけれども、だいぶ生活の方も落ち着いてきて、リズムがつかめるようになってきましたので、今日はこういう山の中に暮らしていて、普段私が一日をどういうふうに過ごしているかというのをお伝えしていければと思います。さっきまで朝のメディテーション、瞑想を行っていたんですけれども、そちらが終わったので、これから、毎週末行っているオンラインヨガクラスのリハーサルというか練習をしていて、その後に自分のプラクティスを行っていきたいと思います。左足を曲げていって、そして膝は体の前屈を行っていきます。上になっている。そして右膝をぐっと後ろの方に持っていって、そして四つん這いの姿勢になっていきましょう。ヨガの練習が終わったので、こちらのレモンウォーター、レモン水ですね、飲みながら、朝のスムージーを作っていきたいと思います。スムージーに入れるのはこちらのセロリと、あとキウイですね。こちらと、お水を入れて作っていきます。で、だいたいジュースを外に持って行って、外でデッキでジュースを楽しんでいきます。あとちょっといろいろ活動を始める前に、お昼ご飯を準備というか仕込んでおいて、そうですね、お昼ご飯の準備をしていきます。で、お昼ご飯はオートミールをちょっと食べるんですけど、オートミールにチアシードを少し入れて、でこれはひまわりの種をお水とブレンダーにかけて作ったサンフラワーミルクなんですけど、すごい簡単にできて最近気に入っています。ちょっと多めに作って、こういう風に瓶とかで冷蔵庫で保存しておくんですけど、浸水とか必要なくって、そのままひまわりの種と水をブレンダーにかければできるので、その場でちょっとミルク欲しいなと思ったら作れますし、カシューナッツとか結構やっぱりお高いので、生のカシューナッツなので、もうちょっと安いひまわりの種でミルクを作るのが最近のマイブームです。で、ミルクを加えて、でこれそのまま置いておくと、こうオーツが柔らかく、オートミールが柔らかくなるので、オーバーナイツオートミールとかってよくあると思うんですけど、別に一晩つけなくても結構数時間でちゃんと柔らかくなるので、私は朝こういう感じで仕込んでランチの時間にいただくようにしています。で、蓋をして、その辺にちょっと置いておきます。セミが鳴き始めました。セミは20度にならないと、気温が20度にならないと鳴き始めないらしくて、なので朝は涼しくて鳴いてないんですけど、だんだんとこう日が上がってきて気温が上がってくるとセミが鳴き始めます。で、今日の最初のアクティビティとしては、私普段お料理とかして野菜のくずが出ると、こういう風に大きなタッパーに溜めているんですけど、このタッパーがいっぱいになってきたので、ちょっとこの生ゴミというか野菜くずをどういうふうに処理しているのかっていうのをお見せしたいと思います。今そこにフェンスで囲われて見えているのが私の畑で、この手前のこの辺りですね、この辺りも全部来年の春には畑にしようかなと
思っているんですけれども、この今何もないところにこの辺りですね、この辺りから順々に穴を掘って野菜くずを埋めて、直にコンポスト作りというか土作りをしています。そしたらなんと何か種から芽が出てきて、何ですかね、ちょっとメロンか何かかもしれないですけど、野菜くずと一緒に埋めた種から芽が出てきたりとかしてます。今日午前中は東京ベジライフのオンラインサロンザハブの今月の限定レシピ動画の編集を行っていきます。あと今日ちょっと豆を煮てたので、パパッと納豆を仕込んでいきます。納豆は、発酵機とかあれば結構すごく簡単にできるんですけど、お豆をしっかりと煮てから、最近使ってるのはこの粉状の乾燥納豆ですね。これは別に種菌として売られているわけではなくて、これそのままお味噌汁に入れたりとかする食材なんですけれども、こちらを種菌として使ってしっかり納豆になっていくので、最近使っています。結構ね、多めにちゃんと入れていって、ケチケチするといい感じの納豆にならないので、しっかりとこの納豆入れてかき混ぜて、もうすでにね納豆の匂いなんですけど、これをこの容器に入れていって、で発酵機に入れて発酵させていきます。で、私テンペも作るんですけど、テンペの菌は納豆菌より弱いというか、納豆菌がすごく強いので、テンペを作る容器と納豆を作る容器はもう決めていて、これは納豆専用の容器になっています。で、はい、ではランチにしていきたいと思います。今日のランチはグレープフルーツとバナナと朝用意しておいたオートミールにブルーベリーとターメリックを足しました。で、私は1月にファスティングをして、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、1月にファスティングをして、それから結構最近まで1日 1.5 食で、朝は食べずに、お昼にフルーツだけを食べて、
で夜は普通に食べるっていう生活をしてたんですけど、やっぱちょっと私結構運動量が多いっていうのもあると思うんですけど、体重が結構減ってしまったんですね。なので最近は、お昼ご飯を、週末の土曜日か日曜日どちらかは旦那さんと一緒に普通にお昼ご飯を食べて、で平日は、このオートミールフルーツだけではなくて、一応ローフードではあるんですけど加熱してないので、オートミールを足してっていうこういう感じになってます。でフルーツも最近はだいたいこのグレープフルーツとバナナになってますね。あとブルーベリーは欠かさず食べるようにしてるんですけど、なんかやっぱりこの辺りだと東京に比べてフルーツの種類とかもそんなになかったりするのと、私はそんなに毎日違うものを食べなくても大丈夫というか、好きなものだったら毎日同じもの結構食べられるんですね。なのでこのランチお昼ご飯の3点セットはもうほぼ毎日同じメニューです。で、夜ご飯はもちろんメニュー変えていくんですけど毎日。ただその朝の、お見せしたセロリとキウイのスムージーと、あとこのランチとかも本当毎日続けても全然無理してるとかじゃなくて大丈夫なので、私はそういう感じで食べています。はい。で食べる順番もなんか自分なりに一応こだわりがあって、最初にグレープフルーツ食べて、でバナナ食べて、でオートミール食べてます。でバナナは気が向いたら皮も一緒に食べてます。これはオーガニックのバナナなので、そう気が向いた時は皮も一緒に食べてます。なんか皮一緒に食べると結構、野菜みたいな野菜食べてるような感じになるんですね。でお腹にたまるとか腹持ちも良くなるので、もう1本バナナ食べただけで結構お腹いっぱいになります。はい。そんな感じなんですけど、はい、ちょっと自分のペースで食べていきたいと思います。ちょっとこれから今取り組もうと思っている、始めようと思っているプロジェクトの打ち合わせがあるので、車で向かっていきます。紺色ですか？そう。これをね、濃い感じ。こういう薬のね、感じにして綺麗そうでしょ。しかも濡れるとまたちょっとなんか質感変わるというか。こういうタイプのものってね、ちょっと濡らすといいね。若干濡らしておくとね、すごいいい感じ。うちに帰ってきて、今日の夜ご飯は来週のオンラインクッキングクラスで作っていくお料理のちょっとレシピをもう一度確認したいので、それを作っていこうと思います。今日は一人なのであんまりちょっと疲れてるしいろいろ作るつもりはないんですけど、それだけちょっとレシピを確認しなきゃいけないので作っていって、あとはちょこちょこと何かサラダみたいなものを作るかなっていう感じですね。
飯ができました。すごい無言で作ってたんですけど、ご飯ができました。ご飯とかライスは今蒸しているところで、あと17分ぐらいかかるんですけど、私だいたいなんかおかずとか食べてしまってから最後にご飯だけ食べるので、これはこのまま置いておこうかなと思います。じゃあ一応できたものをお見せしようかな。今日仕込んだ納豆、まだ発酵中です。とこれはアボカドと自家製キムチ。このアボカドはいろんな動画でお話ししていますが、だいたい毎日半分ぐらい、1人半分ぐらい食べてます。こっちはサラダで、今日は適当にきゅうりと人参をヨーグルトベースのドレッシングで和えてみました。でこっちがちょっとレシピを確認したかった来週末のオンラインクッキングクラスで作るプールドポーク風、これ本当はバーガーにバンズに挟んでバーガーにしていくアメリカのお料理なんですけど、今日はご飯と一緒に食べていきたいと思います。では夜ご飯をいただいていきます。ちょっとお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、実はまだテーブルがですね来てなくて、ダイニングテーブルが来たらそっちに入る予定なんですけど、なのでだいたいこうやってカウチに座りながら食べているか、あとは外にテーブルがあるので外で食べているか、どっちかになっています。あとは向こうにさっきPC で作業してたテーブルがあるので、そちらでご飯を食べたりもしています。はいじゃあちょっとご飯食べるのでまた後で夜ご飯の後の楽しみはこちらのビバニのチョコレートです。これを20個ぐらい大人買いして、そしてパントリーに潜ませてあります。これを2ブロックですかね、この2つを毎日夜ご飯の後に食べるのが楽しみになっています。これからまたちょっと別の新しく始めようと思っているプロジェクトについてズームコールがあるので、ちょっと準備をしていきたいと思います。こんばんは。ちょっと待って。いいえ、こんばんは。ちょっと待って。音がどっちにしようかな。そう、今日ちょっと PC でやってるんで、こうしようかな。この方が聞こえやすい。こんばんは。そう、ちょっと今日山での生活を一日何をしてどんな感じのことしてるかみたいな動画を撮ってて、なんで今もちょっと動画撮ってるんですけどそうでも私しか映ってない。はいなので今日はどうもありがとうございました。はいじゃあまたチャットとかメッセンジャーで。はいじゃあおやすみなさい。はい失礼します。一日終わりましたもう外真っ暗。ちょっとお風呂に入って寝ていきます。今日は一日お付き合いいただきましてありがとうございました。今日は割といろんなことがあった一日でしたけど、こんな感じでだいたいティピカルな典型的な一日になっています。はいで、来週は
Q&A 動画を久々にやりたいと思ってますので、質問を今募集しているところです。で、質問は何でも聞いていいっていう感じではなくて、ちょっとライフスタイルをチェンジしたいと思っている方向けのアドバイスであったりとか、私の、バックグラウンドとか、今までの仕事の話とか、そういう経歴、経験、ストーリー、そういうことに、ご質問ある方はぜひコメント欄ではなくて、ちょっと管理をしっかりしていきたいので、下の、概要欄のリンクからご質問をお送りいただければとても嬉しいです。はい、ではまた来週ぜひまた Q&A 動画見てください。おやすみなさい。See you next time!